く助手の生産高や産業の状況などがまとめ終わりました。平原とは規模が違いますから、それは大変だったです。二人だけで和まないでよ。私も入れて。ああ、和むのは後にして、報告を先にしていただけると助かるのですが。アイシャ、やきもちも度が過ぎると嫌われるぞ。誰がやきもちを焼いている？私は別にそんなつもりで言ったわけでは。嫌ったりしませんよね、ご主人様。ご主人様。と、あちこちで桃色な空気が流れているが、今は首里の報告を聞こうではないか。だね。じゃあ首里ちゃん、報告をお願い。はい、ですね、この国、つまり徐州の生産力ですが、平原よりも大幅に高く、また鉄や銅などを採出することも可能です。人口も多く、交通の便もいいことから商業も盛んですし、力を蓄えるにはいい土地かと思われます。おー、平原から比べると、なんだかすごーく豊かなところだね。しかし、それだけ知性が難しいと言っても過言ではないと思います。となれば、早急に軍備の拡張を行わなくてはなりませんね。だが、拙速な徴兵は民が不満を抱く元となる。うまく舵を取らんと、すぐに沈没することになるだろう。おおむね、アイシャさんやセイさんと同じ意見ですね。内政をして国力を充実させつつ、軍備の増強を図るしかないかと。でも、その二つを同時にするってすっごく難しそうなのだ。それはそうです。相反する二つの命題を達成させなければいけませんから。軍備とはすなわち兵。兵というものは基本的には非生産階級ですから、兵を充実させれば生産力が落ちるのは当然です。その両者の天秤を平らに保つことこそ、富国強兵の理想かと。難しくとも、達成させなければ、この時代を生き抜くことはできないでしょう。皆で力を合わせれば、理想を実現させることができる。私たちはそう信じてここにいるのだからな。ああ、問題ないかと。なんだ？白慶殿が？衆木就任の祝いにでも来てくれたのか？保護？何かあったってことかな？
レンちゃん、どうしちゃったんだろう。本国で何かあった、そういうことでしょうな。どうか、すまん。いきなり転がり込んできて。そんなこといいってば。それより一体何があったのか教えて。霊波が、炎章のやつが奇襲をかけてきて、両党の城をすべて落とされたんだ。何？炎章が攻めてきた？ああ、反東卓連合の後、私は本国に戻って内政に取り掛かっていたんだ。だけどある日、宣戦布告の使者が来ると同時に、国境の城が次々と落とされてしまって。反撃したのか？したさ！だけど気づいた頃には領土の大半を制圧されていて、反撃するにも兵力が足りず。落ち延びてきたというわけですな。恥ずかしながらそういうことだよ。本郷、そうそう。私たちに今があるのも、パイレンちゃんが私たちのことを応援してくれたからなんだし、今度は私たちが恩を返す番だよ。すまん。気にしない気にしない。困った時はお互い様なんだから。しかし、北方に炎章さんの国ができた以上、これからは諸侯同士の争いが激化するでしょうね。今まで炎章さんの北方を抑えていたのが高孫山さんです。だけど今回、高孫山さんの領土を炎章さんが奪った。つまり、炎章さんの背後を脅かす者がいなくなったと言えるんです。次に考えられるのは、精神か軟化かということか。そうです。東卓さんとの戦いが終わったのにもかかわらず、炎章さんは望んでいた大きなもの、この場合は帝のおられる洛陽であったり、それに近しいもののことですが、それを手に入れることができなかった。ならば自力で手に入れるしかない、そういったところだと思います。炎章の南には曹操がいるし、西には標冠で名高い領州がある。攻めるなら北方と考えるのはさして飛躍ではありませんね。甘かった。霊波がそんなことするはずないって思ってたんだが。確かにそうですな。乱世の兆しはすでに見えていたのだから、大主として大いに用心すべきでした。せいちゃん、いや、いいんだ。聖の言うことはもっともだよ。私が甘かった。そういうことだ。聖。今はとにかく八景殿の今後のことを考えましょう。八景殿、今後どうする？炎章に奪われた領土を取り返すために行動するのか？いや、霊波の軍勢は
すでに私の手に負えるものじゃなくなってる。もう私では太刀打ちできないんだ。ならどうなさるのです？本郷たちが良ければ私をお前たちのもとに置いてほしい。それってつまりリンリンたちの仲間になるってことか？仲間？いや、私は本郷たちに進化の霊を。そんなのいらないよ。私たちはパイレンちゃんを仲間として迎えたいの。ダメかな？それで良いのか？変なんだな、二人とも。変じゃないよね。他と比べるといささか変ではありますけどね。イカ様、我らはもっと主らしくしていただきたいのだが、主たちはそういうのがお嫌いなようでな。でもリンリンは今みたいなのが好きなのだ。だよねだよね。それじゃ気にしなくても問題なーし。なんかいいな、こういうの。久しぶりに笑えた気がするよ。いや、それでこそ本郷だと思う。だからみんな集まってくるんだろう。私もその仲間に入れてもらってもよいか？当然だよ。パイレンちゃんは私にとってとっても大切なお友達だもん。ありがとう。これからよろしく。パイレンちゃん？大丈夫だ。脈はある。目立った外傷もないし、おそらく安心して気が抜けたのでしょうな。そうなんだ。はあ、びっくりしたな、もう。いよいよ戦国乱世の様相を呈してきましたね。袁紹が動いたことにより各地に割拠している諸侯も動き始めることでしょう。我らも油断はできませんね。また戦いが起きるのか。リンリンたちはこの国に来たばかりなのにね。漢王朝にすでに諸侯を抑える力がない以上、こうなるのは必然だったのかもしれません。主の言う通り、焦ってみても素手で戦うわけにはいかんのですからな。軍備を整えて国力を上げていくしかないのだ。そういうことだな。ではご主人様、パイレン殿が連れてきた兵を我が軍に引き入れましょう。了解です。あとは御意。